ご視聴ありがとうございます。今回は番外編の大阪出張です。拠点駅の隣にある変わった駅のご紹介です。他社の回送列車が続々と現れる事情と運行形態の裏側に注目です。今回の始まりは関西に路線網を広げる近畿日本鉄道、通称近鉄が大阪に構える拠点駅の一つ、大阪難波駅です。この駅は近鉄難波線の始発駅。近鉄難波線は2駅隣の大阪上本町までを結ぶ1970年に開業した路線。大阪上本町から先に伸びる奈良線の延長となっています。この路線が開業したことで大阪の大動脈である御堂筋線の駅に直接つながることができました。奈良線を走る列車のほか、途中でルートが重なる大阪線の特急も乗り入れています。大阪線は名古屋や伊勢志摩へ向かう特急も走ることから、各方面に向かう特急がこの駅を始発としており、階段の手前の床面には案内が、そしてホームには方面別に分かれた特急券売機が並びます。近鉄の看板特急8万系火の鳥が到着です。この列車は折り返し名古屋行きの特急です。このホームは2面3線の構造で、奈良方面が島式ホーム、逆方向が単式ホームとなっています。ちなみにこの駅には火の鳥の時だけ点灯する電球色の照明があり、雰囲気を盛り上げています。日中は1時間あたり18本が発車するだけに慌ただしい光景が見られます。ただし、ここに映っている車両すべてが近鉄の車両というわけではありません。今回ご紹介するのは奈良方面ではなく、その逆。この駅はターミナルではなく、線路は東西に伸びています。そしてここから西は阪神電鉄の路線です。阪神のメインターミナルは大阪市の北にある梅田駅です。大阪難波から伸びる阪神難波線は2009年に全線開業した路線で、およそ10キロ離れた尼崎駅で阪神本線に接続しています。近鉄と阪神を直通する列車も運行されている一方、近鉄からやってきた特急列車は全てがこの駅止まりで運行されているほか、それ以外にもこの駅止まりの列車があるため、この駅を境に列車本数は半分程度に減ってしまいます。そしてこの列車は阪神の車両で運行されます。近鉄と阪神では車両の長さが異なり、近鉄が約21メートル、阪神が19メートルです。乗車位置も異なり、近鉄が丸、阪神が三角と記号で区別されています。近鉄奈良線と阪神難波線では最長10両での運転が行われており、大阪難波駅のホームは近鉄車10両編成に対応しています。前置きが少々長くなりましたが、ここまでのカットはこの先の内容につながってくるので、覚えておいてください。阪神難波線に直通する快速急行神戸三宮行きが到着です。奈良線の終点である近鉄奈良駅から1時間20分の運行時間のおおむね中間で阪神線に入ります。この列車は阪神の車両ですが、10両編成だけあって、ホームの奥まで入ってきます。ご注意ください。チンチンという発車合図が渋いですね。大阪難波駅を発車です。大阪難波駅の西側の上下線の間には留置線があります。序盤のカットに映っていた火の鳥は2番線で直接折り返す運用でしたが、そのような列車は稀で、3番線を抜けて留置線で折り返す方が多数派です。3線の間には柱がないため、広々とした印象です。今回ご紹介する駅が、この一駅隣にある阪神難波線の桜川駅です。並行していた留置線が途切れると、単線シールドトンネルに入ります。大阪難波駅は、他の路線をくぐった場所に建設されたため、駅の両側はシールドトンネルになっています。桜川駅に到着です。ホームは大阪難波寄りの一部を除き、半径500メートルの曲線上にあります。速達種別の快速急行も含め全列車が停車する駅ですが、ホームは一面二線で、大阪難波駅よりもこじんまりした駅です。この列車の停止位置は、10と書かれた黄色い四角のところ。この駅でも、停止位置目標は車両の所属によって異なり、近鉄が赤、阪神が黄色と区別されています。ホームに降りてみます。大阪難波駅が1970年に開業したのに対し、桜川駅を含む区間は2009年に開業しました。駅構内はまだまだ綺麗で、柱が細いこともあって、
意外とゆったりした感じです。そしてここは阪神の駅なので、ホームの案内看板などは阪神の仕様になっています。駅名板も阪神標準のもので、文字がビッグサイズな近鉄とは違った趣です。一方、曲線上のホームということで、監視用のモニターも多めに並んでいます。こちら側のホームでは、10両と8両は最後尾の位置が揃いますが、6両の場合は車両によって最後尾の位置がずれています。車掌が停止位置を確認するラインは、近鉄が緑、阪神が青です。6両の場合、モニターはそれぞれに対応するものが別個に用意されています。視野角が少々狭いので、外れた場所からだとよく見えません。近鉄奈良線直通の列車が到着です。停車時間は1分程度。本数が少ないとはいえ、乗務員の交代は素早く済ませ、列車はすぐに発車していきます。さらにホームを見ていきましょう。ゆったりした感じの駅とはいえ、階段部分はホームが圧迫されており、少々通行しにくくなっています。発車案内表示器も阪神の仕様で、LCD を用いた近鉄のものとは異なっています。乗車位置目標は丸と三角で表されていますが、大阪難波駅とは逆に、阪神が丸、近鉄が三角です。この駅、改札階への行き来はもちろん階段だけということはなく、上下方向のエスカレーターとエレベーターも整備されています。そして、このサウンド。線路は続くよどこまでもをモチーフにしたメロディーが、阪神各駅の特徴です。駅の途中には、吹き抜けになった場所があります。反対側の端に行く前に、右側の階段を上がってみましょう。この階段からは車両の屋根がよく見えますが、それはひとまず置いといて、先ほどの吹き抜けが駅の中心に思えますが、駅の機能はこれよりも神戸寄りに集中しています。これまでのカットからもわかる通り、改札の脇にある階段の幅が一番狭く、神戸寄りほど広くなっています。ホーム階に降り、大阪難波寄りに向かいます。神戸寄りに比べてホームの幅が狭くなっていき、柱も1本だけになります。島式ホームの場合、改札付近の幅が一番広くなるものですが、この駅は神戸寄りほど幅が広くなる構造になっています。ホームの端の部分を見ると、2本のシールドトンネルはほぼ隣同士になっていることがわかります。駅全体の構造もなんだか不思議ですが、これまでのカットに、この駅の裏側を物語るポイントがあったことにお気づきでしょうか。その一つが、先ほどの乗務員交代の様子です。制服が似ているので気づきにくいですが、実はこの2人、列車から降りたのが阪神、乗り込んだのが近鉄の乗務員です。近鉄の乗務員の制服の袖には白いラインが入っているため、後ろからでも区別できます。そういえば大阪難波駅のカットでは、これから阪神の路線に入る列車なのに、ホームの運転士は近鉄の制服を着ていました。この取り扱いは全列車共通で、阪神と近鉄の乗務員の交代は、営業上の境界である大阪難波駅ではなく、この桜川駅で行われています。近鉄の乗務員が大阪難波駅を越えてこの駅まで乗務するため、神戸方面行きホームの停止位置目標などは阪神ではなく近鉄の仕様になっており、一方大阪難波方面ホームは阪神の仕様になっています。近鉄の仕様では阪神の H がついているのに対し、阪神の仕様では近鉄の金の字が付けられ、相手方の解消を明示しています。序盤で見たあのマークも阪神の仕様であり、反対側のホームでは近鉄仕様のものが設置されています。交代する乗務員の待機場所は改札階の神戸寄りにあり、広いコンコースは有効活用されています。また、阪神の乗務員は、カバンなどをホーム上の物入れに収納することがあります。駅名板などの横にあるこの部分は物入れとして活用されており、頻繁に開け閉めされることから、塗装が剥がれているところもあります。近鉄の乗務員が営業上の境界を越え、1区間だけ余分に乗務するのには、もちろん理由があります。それが、発車案内表示器に現れる、回送の文字。腰のあたりで一直線に鋭く光るライトは、もちろんあの車両のものです。やってきたのは、序盤のカットにも映っていた、特急ひのとり。この列車は、近鉄名古屋を朝7時ちょうどに発車した、ひのとりの一番列車です。この後名古屋行きとして折り返すため、回送中にも清掃が行われており、
先頭車両だけは座席の向きが変わっています。前面展望に映っていた上下線の間にある引き上げ線で折り返すのではなく、桜川駅まで改装されてきました。ただし、交代の乗務員の姿はありません。しばらくして、列車は発車していきます。ただし信号機は赤で、入れ替え信号機に従って進んでいきます。駅の奥にあるポイントで、右に入っていきます。ほどなく加速も終わり、低速で駅を発車です。ここまでやってくる回送は、火の鳥だけではありません。この列車の前には、21000系、アーバンライナーも来ていました。火の鳥の登場まで、名古屋と大阪を結ぶ特急のうち、停車駅の少ない、高特急と呼ばれる列車で活躍した車両です。火の鳥と並ぶ看板車両、5万系島風に出くわすこともあります。島風が発車した後、反対側に火の鳥がやってきます。微妙な差で並びませんでしたが、運が良ければ、近鉄の2大看板特急が並ぶ光景が見られるかもしれません。これらの車両がここまでやってくる理由は一つ。実は桜川駅の西側には、大阪難波駅の折り返しに用いる留置線が2本設けられているのです。ここで折り返すのは特急だけでなく、通勤車両の回送がここまで来ることもあります。回送列車の場合、乗務員は交代せず、留置線まで近鉄の乗務員が運転します。そして、乗務の裏側に隠された事情が、この留置線にあります。阪神難波線が開業する前、すなわち全ての列車が大阪難波駅で折り返していた頃、大阪難波駅の西側にあった留置線は、1本ではなく3本でした。前面展望に映っていた留置線だけでなく、両側にある本線も、元は留置線だったのです。上下線とも本線の割にカーブが多い廃線でしたが、この線路が元は留置線だったからです。阪神難波線の開業にあたり、3本のうち両側の2本を本線に転用することになりましたが、間の1本だけでは足りず、桜川駅の西側に2本の留置線を新設することになったのです。一方、近鉄の車両の中には、阪神の保安装置を搭載した車両もある一方、アーバンライナーや火の鳥のように、近鉄の保安装置しか搭載していない車両もあります。現在、大阪難波、桜川間では、すべての列車が近鉄の保安装置を使用し、さらに留置線に出入りする列車の場合、留置線でも近鉄の保安装置が使用されています。これにより、車両の区別なく、桜川駅の留置線を使用できるというわけです。一方、保安装置が阪神の使用でないためか、阪神の運行情報アプリには、この区間の表示がありません。画面を見ていると、桜川駅の手前で列車が姿を消し、逆に大阪難波駅からやってきた列車が突然姿を現す、シュールな光景が見られます。そして、桜川駅までのアナウンスは近鉄の使用です。次は桜川です。The next stop is 桜川。発車してから阪神仕様のアナウンスが流れ、冒頭では会社名を入れた内容になっています。本日は阪神電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は各駅停車尼崎行きです。留置線を桜川駅の東側に収められれば、近鉄の回送が桜川駅に来ることはなく、大阪難波、桜川間の阪神の他の路線と同じ取り扱いにできたはずですが、大阪有数の拠点駅である難波のすぐ西側だけに場所が確保できなかったようです。続々とやってくる回送列車に目が行きがちですが、その裏には他とは異なるこの区間ならではのポイントがあったのです。ご視聴ありがとうございました。